オスウィークリードラゴンボールニュースの時間です。2月2日から1週間のドラゴンボールニュースをお届けします。まずは先週のニュースです。1月26日月曜日からドラゴンボール SH フィギュアーツコレクション孫悟空冒険の彼方へセットが予約を開始しました。稼働フィギュアとこれまで発売された SH フィギュアーツドラゴンボールシリーズの情報をまとめたヒストリーブックのセットです。稼働フィギュアは鳥山明先生が描いた貴重な姿の悟空を最高峰の原型師チームが手掛けた一品です。詳細は本サイトの記事をご確認ください。次のニュースです。1月28日水曜日からドラゴンボールレジェンズで新たなガチャが開催中です。アルティメット孫悟飯を吸収した魔人ブーが目玉キャラクターとして登場します。ブーがご飯を吸収する瞬間を再現した迫力あるスメ演出が見どころです。次のニュースです。1月29日木曜日よりドラゴンボール Z ドッカンバトルの11周年キャンペーンが実施中です。こちらニュースについてプロデューサーの方からコメントが届いています。 VTR をご覧ください。皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルプロデューサーのゲッピーです。今日は1月29日より開催中の新たな舞台へ11周年超全開ドッカン社祭のキャンペーン情報をご紹介いたします。ドッカンバトル11周年キャンペーンのテーマは新たな舞台となっております。それでは早速こちらのテーマに沿った新たな舞台へ11周年超全開ドッカン社祭のキャンペーン内容を一部ご紹介いたします。まずは現在開催中の第1弾キャンペーンの目玉キャラクター2体を続けてご紹介いたします。こちら前回のバトルスーパーサイヤ人4孫悟空ダイマ、激震のクライマックススーパーサイヤ人3ベジータダイマです。アニメドラゴンボールダイマから元の姿に戻った2人の最終決戦を再現いたしました。こちらはドッカンバトルで初登場となります。今回登場するこちらの2体のキャラクターですが、新要素となるエクストラ必殺技を所持しております。こちらは通常とは異なり特殊な条件を満たすことによって発動する必殺技となります。条件を達成することによってエクストラ必殺技に変化し、必殺技効果と演出が変化いたします。非常に強力かつかっこいい演出になっておりますので、ぜひ実際に仲間にして体験していただければと思います。今回紹介させていただいた2体のキャラクターは現在開催中のガチャドッカンフェスト伝説降臨祭で仲間にすることができるので、ぜひゲーム内をチェックしてみてください。続いて11周年キャンペーン開始後最初の極限 Z 覚醒するキャラクターを3体公開させていただきます。こちらです。光る雲の向こうへ孫悟飯幼年期、激闘で熱くなる魂孫悟空が極限 Z 覚醒、2人目のスーパーサイヤ人スーパーサイヤ人トランクス青年期が超極限 Z 覚醒いたします。2月5日にまとめて極限 Z 覚醒が通過予定ですので、そちらも楽しみにお待ちください。新たな舞台へ11周年超全開ドッカン社祭では今日ご紹介できていない作も開催しております。初めてドッカンバトルを遊んでみようかなと思っていただいている方、少しお休みしていたけどまた遊ぼうかなと思っていただいている方にとっても非常に楽しんでいただけるようなキャンペーンになっているかと思いますので、ぜひこの機会にドッカンバトルを遊んでいただけると幸いです。本日私からご紹介したい情報は以上となります。それではまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。詳細本サイトの記事をご確認ください。その他先週のトピックスはこちらです。次は今週のニュースです。2月3日火曜日から SH フィギュアーツのイベント限定バージョンが通常受注販売を開始します。1月25日に催されたイベントドラゴンボール元気玉祭りの開催記念バージョンです。こちらはジャンプ本誌や完全版に掲載されたカラーページをイメージした特別な彩色になっています。頭部や表情パーツのほか、名台詞を再現できる吹き出しのシートもついてきます。次のニュースです。2月4日水曜日から最強ジャンプ3月号が発売します。スーパー大バズは最新8弾を大特集しています。フロッカードでスーパーサイニー2の孫悟空がついてきます。また孫悟空 BR、ベジータ BR、ブロリー BR3 枚セットの最強サイヤパックが手に入る応募者全員大サービスも実施します。さらにオフィシャルデッキケースが抽選に当たる銀剥がしもあります。他にもフュージョンワールド、激震スクワドラなど大ボリュームの情報をお届けします。漫画ドラゴンボール SD レッツスーパーダイブも好評連載中です。その他今週のトピックスはこちらです。
次は本サイトで今週公開予定のコナミ記事のお知らせです。以上、今週のウィークリードラゴンボールニュースでした。それでまた次回お会いしましょう。さようなら。